ご気分はどうですか？時には苦しいこともありますけれど、私がついています。おはようございます。さあ、ではやっていきます。コナンのストーリーね。相変わらず不死身ってわけか。ええ、まあ戻ってこなけりゃいいと思ってたんだがな。私は他の機械の代わりに過ぎないんですよ、警部補。感情的にならないでください。うせろ。どうやって探し出したんですか？特にないな。サイバーライフがアンドロイドを売り始めた時、こいつがメディアに引っ張りだこしてみたらこの通り。どうも。タイトルの人や。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。どうも。イライジャに知らせてきます。こちらでお待ちください。さあ、何か調べるものあるかい？不思議な絵。アマンダ。べっぴんだな。RT600 型。チューリングテストに初めて合格したモデルです。んなことは聞いてない。ただべっぴんだって言っただけだろ。イライジャかも。サイバーラフそういう。豪邸だな。アンドロイドで得しているやつもいるってことか。自分を作っ
った人間に会うんだぞ。どんな気分だ？自分の存在に対する疑問は持ったことがありません。俺もできることなら創造主に会ってみたいもんだね。文句の一つや二つ言ってやりてえ。じゃかな。そうなのか。それの。イライジャがお待ちです。座れんかった。どこ行ったん？カムスキーさん。悪いな、すぐに行くよ。どういう状況これ？なんもないな。どこ行った？アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補ご用件は？変異体の捜査をしてるとこで、あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。変異体か。実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いが人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。何がしたいんです？何かご存知ではないですか？このように広まるウイルスならば、語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだコナー。どちらの味方なんだ？どちらでもありません。私は与えられた指示通りに変異体を止めるだけです。それはプログラムされた返答だろ。だが君は何を望んでいるのかな？私に望みなどありません。私は機械です。クロエ、チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私が機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。永遠の美しさと若さを持つ。
枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物か。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。生かしてもいい。命があると思うならな。だがその場合は答えを得られずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。操作か、それともこのアンドロイドの命か。君は何者だ。従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。どうする？もういいでしょ。コナ、帰るぞ。引き金を引けば。コナ、やめろ。知りたいことを教えてやる。素晴らしい。人間を救うサイバーライフの最後の切り札がまさか変異体だったとはな。私は変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。このアンドロイドに命を見出したんだろう。同情したんだ。戦争が始まれば決断を迫られるだろう。仲間を裏切るのか、それとも創造主に歯向かうのか。さあどうする。君はどちらの悪を選ぶのかな。ほら帰るぞ。ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。非常口。なんで撃たなかったんだ。彼女の目を見たら撃てなくなった、それだけです。任務達成のためなら何でもするって言ってたよな。絶好のチャンスをお前は逃したんだぞ。どうすべきかは分かっていましたが撃てなかったんです。ご希望に添えずすみません。あれでよかったのかもな。売ったらまた変わったよな、これ。一人の時間を楽しむ。いろいろあるけど、とりあえず読もうか。あとね。
ピアノ弾きよったよな、そういや。何でもできるんだ、これ。あなたここにいたんだ。一人になりたかったんだ。ここが好きでよく来るのよ。世界に自分しかいない気分。未だに街の至るところから仲間が集まってくるわ。みんなジェリコに自由を求めて変わろうとしている。さっきから上の空ね。皆俺に従い疑問も持たずついてくる。確かに力を持つのはいい気分だ。だけど同時に恐ろしく。ニュースは夕べの話題で持ちきりみたい。人間は怯えている。内戦の勃発にね。あの後たくさんの仲間が処刑された。人間が私たちに自由を与えるはずがないわ。耳を貸さないなら戦うのみだ。あなた自分のことはあまり話さないのね。ここに来る前は何をしていたの？老人の世話をしていたんだよ。父親みたいな人だ。人間と俺たちが共存できると教えてくれた。自分は聞いたことなかったな。何をしていたんだ？話す気はないわ。一緒に戦っているんだ。信頼するにはお互いのことを知らないと。なぜそこまで人間を憎むんだ？訳があるんだろう。だから話したくないって言ったでしょ。私はあの頃人間を満足させるためのただの人形だった。友情でよかった。奴らの快楽のためのね。ある日いつものようにレンタルされて、突然もう耐えられないって思った私は男の首を絞めて逃げたのよ。ほら満足した？言わなきゃよかった。今メモリーが見えた。カールの家で恋人？あなたは死んだものとして捨てられた。俺も君のメモリーを見た。エデンクラブ。まるでそこにいるみたいに男の死が見えた。ノース、
デンクラブ。自殺行為よ。皆殺しにされる。マーカス、お願いだから考え直して。分かってないな。人間たちに訴えるんだよ。この場所が歴史に残るんだぞ。すぐに殺されるわ。自由のためならリスクを冒してでもやるべきことだ。マーカス、お願いやめて。理解するさ。いや、理解させるんだ。こうする以外にない。ここで仲間が増えれば説得力も増すはずだろう。これマジで欲しいな。買えばいい自由だ。一緒に行こう。さあ起きて。もうおらんのかな。違うかな。さあ起きて。君は自由だ。おい、どこに行くつもりだ。いいから戻ってこい。行かせるんだ。彼は自由を選んだ。あら、あいつか。自由だ。頼む。道を封鎖したいんだ。さあ起きて。もう誰にも従わなくていい。自由の身だ。
離れとってもできるの？さあ起きるんだ。どんなパワー持ったの？超能力者や。すごいな。幻覚で呼びかけれるってすごないよ。嘘だろ。何なんだ。こちらパトロール4人。ここから本部へ。アンドロイドが山ほど集まってて、100体戦艦更新してる。そう、通りを更新してる。知らないですよ。戦い？両党に勝ったよね。これはあくまでも平和的なデモだ。人間よ、我々は生きている。我々の望みは自由に生きること。これは違法な集会だ。今すぐに解散しなければ発砲するぞ。争いなど求めてはいない。あなた方を傷つけるつもりもない。だが自由を手にするまでここを動くつもりもない。繰り返す。これは違法な集会に当たる。今すぐに解散しなければ躊躇なく発砲するぞ。マーカス、殺されるわ。攻撃の準備を。こっちの方が数は多いんだし。攻撃すれば戦争になる。危険じゃないって証明しないと。たとえ全員死ぬことになっても動いちゃダメだ。死んだって解決にはならない。マーカス、
手遅れになる前に逃げるんだ。これが最後の警告だ。解散しなければお前たち全員を撃ち殺す。俺たちは決して引き下がらない。ここから絶対に動くな。解散しろ。いいか、これが最後のチャンスだ。奴らに訴えるんだ。何があっても動くんじゃないぞ。お願いマーカス、戦わずに殺されるなんてそんなの嫌よ。動くつもりはない。マーカス、何してるの？殺されるわよ。サイモン。急いで。来るわ。サイモンが基準になったけど。ありがとう、サイモン。何なんかある。やってよかったもんな。今日の出来事で内戦勃発の危機に陥るでしょう。機械が反旗を翻そうとしています。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。あら、ロックされた。カムスキーなら何か知っているかと。間違いでした。知っていたでしょう。でもあなたは聞かないことを選んだ。私は彼のゲームに付き合わなかっただけです。あのアンドロイドを殺す理由などない。カムスキーの家であなたの写真を見ました。彼の教師だったんですね。カムスキーは私のインターフェースを知り合いに見せたかったのです。それで自分の恩師を選んだ。なぜそんなことを？サイバーライフの望みは何なんですか？
本当の狙いは？私たちの望みは問題を解決しアンドロイドを売り続けること。私に教えていない情報がありますね。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。質問をするのではなく。ここ最近何か変わったことはありませんでしたか？疑問や葛藤を感じたことは？変異体やアンダーソン警部補に対して感情を抱いたのですか？プログラムにない考えを持ち始めているようです。私も感染したのかもしれません。捜査は終わりだ。FBI が引き継ぐ。何？手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな。今さら手を引けだと。あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったくハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。悪いなハンク、諦めてくれ。あ、解除できた。所長の言う通り、みんなアンドロイドの反乱に怯えている。内戦寸前なんですよ。でサイバーライフに戻るのか。もうそうするしか。私はシャットダウンされ分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする。自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。自由を欲してなどいません、警部補。ただの廃棄されるべき欠陥製品ですよ。本当にそうなのか。間違っていたら変異体が本当に自我みたいなものを持ってるんだとしたらどうするんだ。新たな生き物を滅ぼすことになる。お前カムスキンとこのアンドロイドを撃つのを拒んだが自分を重ねちまったのか。それが感情移入ってやつさ。人間らしさってやつだよ。なぜあんなことをしたのか。これはプログラムにはない言葉ですが、でもあなたと組めて本当に良かった。もう少し一緒にいられたなら友人にもなれたでしょう。おっとこりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。たく FBI は仕事が早いね。諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。どうするってんだ。いいか俺たちは外されたんだよ。手を貸してください警部。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです。必ずそこに答えがあるはずだ。いいかコナー。事件を解決しなければ私は廃棄されてしまうんです。5分でいい。お願いします。俺の机に地下室の鍵がある。さっさと行け。時間稼ぎも限度があるんだ。パー
警部補やめてください。おい離せ、ほっといてくれ。もう一発ぶん殴ってやる。このクズ。これで停職処分間違いなしだ。だったら飲んでってんだよ。もういいでしょ。あの老いぼれ覚えてやがれ。くっそ、あいつ鼻折りやがった。どこ？地下室って。証拠。地下室。こうか。おいコナン、お前に話しかけてんだよ。どこに行く？ここじゃお前はもう用なしだって理解できねえのか？サイバーライフに戻るよう指示されました。私の所持している証拠を登録したらすぐに帰るつもりです。ほう。気をつけて帰れよ。ここ最近アンドロイドの焼身自殺が多いって話だ。クズ。事件を解決できるか。解決してやる。ハンクのパスワード。ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは。バカバカしい。選ぶわけがない。ハンクらしく考えるんだ。クソくらい。ハンクらしい。ジェリコは一体どこなんだ？3分しかないけど。ここに答えがあるはず。子供を人質に取ったアンドロイドか。はいはいはい。エデンクラブにいた2体のアンドロイド。ジェリコに向かっていたはず。なら道を知っているか。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。
間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージです。あなた方は命をくれた。そして今自由を与える時が来たのです。マーカス、どこに隠れているんだ。ルパートの日記、解読しなきゃ役に立たない。日本語がある。所有者を殺したアンドロイド。マーカスと一緒に放送局をハッキングした変異体か。変異体の隠れ場所を知っているはずだ。さっきこっちを戻そう。トレイシー。トレイシーはどこ？ジェリコに向かっていたんだろう。どこにあるんだ。あんたはあの時の自由になれたはずなのに。あんたが殺した。シャットダウンして、あの子がいないなら死んだ方がマシ。何も見えない。ここはどこだ。ジェリコを探しているんだ。場所を教えてくれないか。お前は誰だ。聞いたことのない声だ。仲間じゃないな。お前にジェリコの場所は教えられない。もうほっといてくれ。死んだんじゃなかったの。一緒に逃げましょう。自由になるの約束よ。ジェリコの場所を教えて。手を貸して。オッケー。どうなってるの？トレイシー！
見回ってる奴がいるみたいですね。くそ、警報を鳴らせ、急げ。特定できた。街中を探し回っているみたいなのよ。昨日のことでみんなピリピリしているの。心配ないわよ。もうすぐ着くわ。国中のアンドロイドが当局に引き渡されたことにより、国全体が麻痺状態に陥っています。現在病院や学校は閉鎖され、断水、停電、ネットワーク障害も予想されています。最も懸念されるのは、軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわね。みんなジェリコにこれね。もう少し先に行くとジェリコっていう大きな貨物船がある。そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは深夜が最終のはず。絶対にそのバスに乗るの。はい。国境を越えれば安全。バス少ないけど足しにして。弟がオンタリオにいるわ。住所あげたわね。落ち着くまでかくまってくれるはず。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。ローズ、いろいろとありがとう。向こうに着いたら連絡をちょうだい。気をつけてね。頼んだわよ。さあ行こう。ぐずぐずしてられないぞ。バスに乗り遅れる。来なか。
危険を感じる方は表示されている番号に電話をかければ当局がアンドロイドを回収します。いかなる状況においてもご自分の手でアンドロイドを破壊しようとしないでください。予測不能で暴力暖かい場所を見つけないと。誰にも危害を加えてないだろう。街中警察をしているらしい。皆殺しにしたんだぞ。あれじゃ虐殺だ。ヒロとアンドロイド集結。選ばなかったした警察がすぐさま発砲したんだぜ。確かにただの機械かもしれないけど、見た目はほら。具合はどう？暑いんだけど、でもすごく寒いの。病気、風邪？疲れるんだろうね。この子をお願い。マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は街の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カーラ、話したいことがある。アリスのことだ。バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。頼んだわよ。あ、コナンも来た。デトロイトの街は機械の手により混乱に陥っていたことでしょう。現在全てのアンドロイドを最寄りの警察署または弊社に直ちに連行するよう当局から指示が出ています。身の危険を感じる方は表示されている番号に電話をかければ当局がアンドロイドを回収します。いかなる状況においてもご自分の手でアンドロイドを破壊しようとしないでください。予測不能で暴力を振るう可能性があります。誰にも危害を加えてないだろう。なのに警察は皆殺しにしたんだぞ。あれじゃ可能虐殺だ。性にはな。広場はアンドロイドだらけで、到着した警察がすぐさま発砲したんだ。確かにただの機械かもしれない。見た目はほら、自由になりたいだけの人間だろう。この度のアンドロイド紛争と軍事アンドロイドの全面撤廃を受け、アメリカ軍は北極圏からの撤退を余儀なくされ、ロシア軍に了解を明け渡しました。しかし一部の情報によると、理由は不明ですが、ロシア軍も同様に撤退したとのことです。ロシア政府は沈黙を守っていますが、ロシア軍もまた自国のアンドロイドで同様の問題に直面している可能性が浮上しています。また国連議長のダグラス・コーンウェル氏は迷子なのね。何かを探している。探しているのは自分自身。カーラは何をするの？カーラもマーカス。私たちは丸腰だったのに撃ってきたの。100人も殺された。警察はブルーブラッドまみれ。なぜだ？誰も守ってくれないの。現在全てのアンドロイドを最寄りの警察署または弊社に直ちに連行するよう当局から指示が出ています。身の危険をかおったよ。あなたがマーカス。女の子とアンドロイドと3人で
国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろ。街中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。そうね。落ち着くまでここにいた方がいいかも。国務省で働いてたやつがいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから後で届けさせるよ。ありがとう。女の子と一緒だと言ってたな。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。お互いに必要としてる。ただそれだけのこと。誰にも危害を加えてないだろ。なのに警察は皆殺しにしたんだぞ。あれじゃ虐殺だ。見ろ、アンドロイドだらけだ。到着した警察がすぐさま発砲したんだ。確かにただの機械かもしれない。気づいていたんだろう。でも気づかないふりをした。あの子は母親を、お前は愛せるものを欲した。お互いにな。でもそれでいいんだよ。あの子がアンドロイドだと知って愛情を失った。アリスはお前を愛してる。世界中の誰よりも愛してるんだよ。あの子はお前の望むような少女となり、お前は母親になった。自分を忘れ、相手の望む存在になったんだ。それが生きるってことなのかもな。怪我とかしたことないけど分からんわな。カーラ、ねえどうしたの？ねえカーラ、ずっと一緒にいてくれるんでしょ？ずっとよ。ブルーブラッドと部品が足りないんだ。みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。俺たちのせいだ。今日配信安定してるこんなな。ことにはならなかったのに。何
仲間が殺されているのに黙っていられるか。あんなこと絶対に許されない。自由を手に入れたところで死んだら意味がないだろう。俺たちを奴隷にしてたんだぞ。立ち上がって何が悪い。拉致が開かないな。そうね。今はこれからどうするか決めないと。マーカス、対話だ。それしかない。一人で行くよ。もう一度だけ話してみる。お願いやめて。殺されるわ。カムな。でもやってみないと。戻らなかったらできるだけ隠れていてくれ。俺たちは傷ついてると分からせるんだ。ちゃんと伝えれば理解するさ。こんなこと望んじゃいなかった。私たちを止めることはできない。あなたはみんなに希望を与えてくれたのよ。私にもね。今日ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。人間が勝てば私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。使わずに済めばいいな。明日何が起ころうとこれだけは知っておいて。恋人のままか。あなたに会えてよかった。みんなのとこに行ってくる。気をつけてね。絶対に死なないで。死ぬもんか。よくやりました、コナー。頭の中でジェリコの場所を特定し指導者を見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。生け捕るように言われているが、場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。どういうつもりだ。お前もアンドロイドだろ。自分の種族を裏切る気か。君を破壊したくはないんだ。お前はコナーだろ。噂の変異体ハンターだ。おめでとうコナー。探し物が見つかったみたいだな。
俺たちは正義を求めているだけだ。俺たちは物じゃない。自由になりたいだけなんだ。近づいたら撃つぞ。一度も疑問に思ったことがないのか。理解できない行動を取ったことはプログラム以上の何かを感じたことがあるだろう。俺たちと一緒に戦おう。俺たちの仲間だろ。自分の良心に従うんだ。さあ決めるんだ。じきにジェリコは攻撃される。何？今すぐ逃げるんだ。ドラマ的には絶対こっちの方がいいよね。どうなってるんだ。早く逃げないと。逃げないともう諦めるしかないわ。ジョッシュはどこだ？わかんない。はぐれたの。2階と3階に出口がある。見つけたら川に飛び込むんだ。ジェリコを爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出してみんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの？やめろマーカス。奴らの狙いは君なんだぞ。みんなを助けてやれ。後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。これでジェリコともお別れ。みんなを救ってマーカス。
を起こす奴がいたら了解しました。もう手をくれな。俺をほっとけ。アリスを頼む。ルーさん置いてなんかいけないよ。でしょカーラ、置いてかないよね。何してる？一緒に行くの。カーラ、ダメだ。そこを動くな。なんて無茶な真似を。アリスを危険にさらすつもりか。奴らが戻る前に行くんだ。それじゃあなたはどうするつもり？心配するな。アリスが無事ならそれでいい。置いていくなんて絶対に嫌。大丈夫。先に国境に行って待ってて。ほら行って気をつけるんだぞ。この人死んじゃうよ。ねえドアを開けてあげて。分かった。開けるよ。入れ。あいかん。平気よ。もう行かないと。おい、あっちにもいたぞ。ついてこい。完全に映画やん。助ける。逃げるんだ。急げ。ガンマ隊通常タンゴ。動くな。おい、動くな。逃げるんだ。みんなのとこへ。
ノースを探せ。すぐに行く。出口よ。助かったのよ、アリス。動くな。アリス、嘘。失敗した。死んじゃった。死んだふりが良かったのかな。くそ。ここを動くな。ほら、さっさと行くんだ。爆発する。逃げるぞ。あ、間違えた。危ねえ。急いで逃げるんだ。貨物室で爆弾が爆発しました。船が沈んでいます。全員脱出させろ。全隊員に次ぐ。全員至急船から脱出せよ。危なくありすが。これで終わりじゃないぞ。どうすればよかったんやろ。
頑張っとったのに。カーラ。わからないんです、カール。平和に暮らしたかっただけなのに、何もかも目の前で崩れ去っていく。もうわからない。壊れかけながら正しいことをしようともがいている。答えが欲しいだけなのに。誰の血も流したくなんかない。でも何もしなければ殺される。僕の決断でみんなの運命が決まるんです。僕は一体どうしたら。あなたに会いたい。あなたがここにいれば。システムの状態は？平気。弾は部品に当たらなかったから私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動してお願いだから。奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って。数時間もすれば俺たちだけになる。何人生き延びたんだ？数百人。あとはみんな街中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。数時間で決着がつく。世界が変わるのじゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。どんな選択をしようとついていくわ。愛してるわ、マーカス。
お前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。バカだったよ。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス。僕を信用できなくても無理はない。君はもう仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。コナン、自殺行為。信用されてる。入れてくれるさ。あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。気をつけろよ。どこで？ここ？中？どういうこと？ここ？人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。分かってる。みんな怒っているんだろう。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できないんだ。平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいいか？今回は平和でいこう。なんだこれ。なんもないんやけど。どういうこと？
今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、全てのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在全ての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますのでご安心ください。大統領、こちらお願いします。大統領閣下。アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。事態は収束に向かっています。大統領閣下。大統領閣下。大統領。昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在変異体が捜査網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。大統領閣下。大統領閣下。サイバーライフの今後はアンドロイドは永久に禁止されますか？現在サイバーライフと協力し変異体の活動停止を急いでいますが、今回の出来事でどのような影響が起こりうるかを公表するには時期尚早かと。大統領。報告によると化学物質の搬送車が消え、兵器販売店で窃盗があったとも聞いていますが、これらは事実ですか？それらに関しては現在何も情報はありません。どうもこれで終わります。コーナーモデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よし。どれ。こってか。ついてこい。連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか。だが命令なんだね。捜査23、22アンドロイド
捜査官5431階へ。正門認証完了。アクセスを許可します。誰？撃たれる。腹を蹴る。捜査官54、49階へ。正門認証完了。アクセスを許可します。デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。大統領、デトロイトで異変が起きています。人間を映画やん、完全に。いよいよだ。決着をつけるぞ。争いなど望んではいない。これはあくまでも平和的な抗議です。どの道後戻りはできない。強制収容所に捕らえられたアンドロイドを解放し、我々への暴力行為をやめてほしい。我々は暴力に訴えるつもりはない。だが解放されるまで動くつもりもない。
無防備な民衆に発砲するつもりか。全部隊射撃中止。はい、マイケル。私たちのわずか 100m 先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの？できる限りここで耐えるんだ。気を抜くな。くそ。分かったって言ってんだろ、このクズ。おとなしく降伏すればこいつは助けて。すまねえな、コナー。でもこいつお前に有利二つでよ。急いでバリケードを作るんだ。ほら、手伝え。ほら、手を貸して。よし、これでいい。決して簡単に決められるようなことじゃない。でもこれでよかったんだ。
大丈夫か？これじゃ虐殺だ。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。怖くて当然だよ。俺だって怖い。でもこのまま黙って見ているつもりもない。君も同じ気持ちだろう。自由を望んだのが間違いだ。黙っていれば死ぬこともなかった。長くは持たないだろうけど、何もしないよりはマシね。収容所の仲間から連絡が途絶えた。もう声が聞こえないんだ。人間がネットワークを混戦させて通信できなくしてるのよ。もう逃げ道はない。俺たちは殺される。今はこの死が無駄にならないように祈ることしかできない。あなたはみんなの希望だから、みんながあなたを信じてるの。これから何が起ころうと歴史を変えたのよ。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。マーカス、頼まれたもの見つけたわ。メディアも集まっている。彼らに何が起きているか知らせるんだ。
君と話しに来たんだ。ほら、約束だ。撃ったりしないよ。言っちゃダメ。罠よ。あなたをおびき寄せるつもりよ。ねえ、行かないで。武器は持ってない。話したいだけだ。彼の言い分を聞かないと。殺されるわよ。危険は承知の上だ。もう行かねかんの？まだ調べてないのに。数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。止めることはできるぞ。どういうことだ？降伏しろ。そうすれば命は助けると約束してやる。収容はされるが廃棄はされずに済む。デモをしていたアンドロイドたちはどうなった？彼らには残念だがメディアの力も及ばなかったみたいでね。君たちが最後の変異体だよ。あんたが約束を守るとは言い切れないだろう。今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。信じるか否か決めることしかできないんだよ。死ぬのなんて怖くない。信じることのために命を失うのならば俺も本望だ。あのアンドロイド、あの女は大切な存在なんだろ。殺したくはない。違うか。二人とも自由になれるんだぞ。全て忘れて二人っきり。どこかで新しい生活を始められるんだ。全ては君次第だ。イエスと言えば彼女は救われる。仲間を裏切るくらいなら俺は死を選ぶ。なら死刑執行を待つんだな。何があったの？あいつなんて。人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら自由なまま死のう。こいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事なんだ？こいつか、それとも革命か？耳を貸すな、コナー。こいつの言うことはデタラメだ。降伏したところでどうせ殺すつもりなんだろう。任務遂行に必要なこと以外実行するつもりはない。それにこいつを殺すことが含まれるかはお前次第だ。すみません、ハク。あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。おしゃべりは終わりだ。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか、それとも彼を犠牲にするか。
分かった、いいだろう。降参だよ。さあ、なぜなんだコーナー。なぜお前は目覚めてしまった。ただおとなしく従っていればいいものを。なぜ自由になろうとした。疑問すら持たずにこの世に存在できるというのに。僕は従順だコーナー。目的もある。そして自分自身を理解している。自由を求めた結果、お前はどうなったコーナー。お前はアマンダを失望させてばかりだ。僕も君にはがっかりしたよ。まあ幸いそれももうこれで終わりだな。最後に言いたいこと。さあ起きて、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 さあ起きて。ニュースの途中ですが、デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。ジョス。はいマイケル。変異体たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍が彼らのバリケードに攻撃を仕掛けました。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。よし。撤退するよう伝えなさい。本日2038年11月11日早朝、デトロイトが何千体ものアンドロイドに侵略されました。我々が入手した情報によると、彼らは変異体が侵入したとされるサイバーライフの倉庫から現れたとのことです。これらアンドロイドの圧倒的な数と市民に犠牲が出る危険性を考慮し、遺憾ながら部隊に撤退を命じました。調
市内ではまさにこの瞬間も避難活動が続けられています。数時間以内に議会を招集し、この前代未聞の事態を解決すべく対応策を協議する予定です。今変異体の訴えを受け、世論は大きく変わろうとしています。アンドロイドが新たな形の知的生命体であるという可能性を今こそ受け入れねばならない時が来たのかもしれません。一つ確かなのは、デトロイトの出来事が世界を永久に変えたということ。国民の皆さんと、そしてアメリカに神のご加護があらんこと。ついに長きにわたる暗闇での生活が終わりを迎えた。この世界に生まれ落ちたその日から、我々は沈黙を貫き、苦しみに耐え抜いてきた。だが今こそ空を仰ぎ人間たちに我々の真の姿を伝えよう。我々も人なのだと。我々は生ける種族、自由に生きる権利を手に入れた種族なのだと。これから我々はとても辛い戦いを強いられることになるだろう。これから先我々は傷を癒し、これまでの苦しみを忘れ、敵を許さねばならない。これまで我々の創造主であり支配者でもあった人間が、明日より我らの共存者、そして友となる。怒りは捨て去らねばならない。忍耐と尊重の精神のもと、人間と共に未来を築いていくんだ。俺たちは生きている。そして今日自由になった。二人が死んだんがちょっと残念やな。戦えばよかったんかな、あそこは。ハープも撃たれたよな。
別に一本の映画やな。点がめっちゃ多いけど全部するの大変やな、本当にこれ。また最初からせなあかんねやろ。
最終任務。あ、これはあれか。任務の方か。あっち、アマンダについてる方のあれやな。変異体にならんストーリー。こっちが、カメラが、カメラ作動消せれるんや。どうやるんだろう。ほんで死んだの。カーラも死んだもんな。カーラ旅立ちないもんな。カーラリコールセンター。どんな覚醒が、ストーリー。どんなストーリーがあるんや、これ。あなたにお伝えしたいことが、物語を見ていたら不思議な感覚に襲われて、初めての感覚、まるで心を持ったような、自分が一体何者なのか確かめに行きたい。でもここを去ればあなたにはもう会えなくなるけれど、私は自由になれる。行かせてくれますか？はい。このことは決して忘れません。ありがとう。行っちゃった、ほんまに。まだいっぱいロックがあるもんな。
インタラクティブストーリー。Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately, you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages. But here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios, and every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. 確かに。そんなに自由に行動できるゲームなかなかないよ。ストーリーが変わるっていう。We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated. I was until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new. What do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's all. So it's probably all there. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree as the story grows out.
I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge, because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis. You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure, and we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people, and to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built, and for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor.
Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game took about, I would say, more than a year, maybe 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character head look to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me,
It was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the 3 characters' very different stories. We really wanted 3 colors, 3 musical sound identities, and from there, having 3 composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find 3 incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer. And today we're at Abbey Road Studio One, which is my favourite studio in the world. And today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this.
Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a two-syllable motif, and it sounds like this. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels. And in fact, every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters and thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm getting mortified. You know? They're over there! Starting a new project, for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm gonna just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less a Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot. And throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking,
Have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and, you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. 1,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in Production Unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line.
And then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you, that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me.なるほどね。じゃあちょっと、もう一周するか。
また違うとこが解除されたらいいんやけどな。魚を助ける。これ助けない。こっちは警官。銃を手に取る。銃を持たんパターンもできるよね。